学長くんガチョン、今日はよよかさんにお越しをいただきました。どうもありがとうございます。これが2回目の登場で、このコーナー2回目というのは初めての方なんですけどもね、もう紹介する必要もない世界的なドラマで、ドラムのその専門的なサイトドラマワールドでも、世界トップ500にドラマの世界で、最年少で選ばれたというお方で、これに前登場していただいた時は IU の本校舎墨田区スカイツリーのそばにお越しいただいたんですけど、今日は東京ベイエリア竹芝、IU のサテライトに来てもらってるんです。で、2年前に登場していただいた時はまだ日本に住んでいた、だけどいつだっけ、去年の9月ですね。2022年の9月にアメリカ、はい、家族全員でアメリカに移住しました。移住なんですよね。はい。なのでもう日本には住居がないです。なんでアメリカに移住することにしたんですか？自分の音楽のためっていうのが一番簡単に言うと自分の音楽のため。音楽のためっていうのは自分の可能性が日本よりアメリカの方がある。もっといろんなプロフェッショナルな方とか、世界中から才能のある人たちとか、挑戦しに来ている人がアメリカに集まっているので、そこの人たちといろんなセッションだったりとかコラボレーションしていろんなインスピレーションをもらいたいなみたいな。すごいな。だから舞台を日本から世界に広げたっていうことですよね。そうですね。実際行ってみてどう？楽しいです。私はすごい面白くて、時間が経つのがすっごい早いんですよ。あっちにいるとすごい早くて、なんか昨日土曜日だったけどもう土曜日だみたいな。それはもう毎日音楽活動してるってこと？毎日、そうですね。すっごいな。いや、僕もアメリカとかフランスとかに住んだこともあるんだけど、めっちゃ苦労したんだけど、なんかすごい苦労してることとか嫌なこととかないですか？めっちゃありますね。めっちゃあんの？現実的な話をすると、まず両親の運転免許証とか身分証とか、そう大ソーシャ変なんだよ。ルセキュリティナンバーとか、今保険のこととか、あとクレジットヒストリーとか、もう本当に現実的な、もうそれは見てるわけ？それも学びになるよね。なりますね。そこまで詳しく関わってるわけじゃないですけど、ずっとやってるんで、両親が大変そうに。なので、そこだったりとか、それがないと家が借りれないとか。そうなんですよね。あれ落ち着くまでに数ヶ月とか何年とかかかったりするんですよね。かかりますね。なので、本当に基本的なそういうフォンナンバーとか、そういうところからすごい今も大変ですね。学校行ってるんでしょ？はい。それは現地の中学校？そうです。大変？英語とかはもうできるんですか？まだまだですけど、渡米前よりは、全然渡米前は、本当に喋れなかったですし、わからなかったんですけど、渡米前よりは本当に成長したというか、慣れたというか。学校の中でも。で、その音楽の活動をする時も当然全部英語じゃないですか。それもあんまり問題なく。たまにありますね。日本語でこの単語はこうなんだけど、アメリカっていうか英語だとこの単語だからその単語知らなくて全然わからないみたいなこともありますし、そうですね。結構たまにあります。でも楽しくて活躍してて大成功？まだ成功ってわからないですけど、でも今のところはまだ全然本当にまだ8ヶ月ぐらいなので、そうか、まだまだかな。今回一時帰国をして、日本でもたくさんライブやるんでしょ？はい、いろいろやらせていただきます。たまに久しぶりに帰ってきてどうです？なんか
ちょっと変わったなみたいなことを感じることってあります？そこまでないんですけど、まあ、ちょうどコロナ禍がまだ明けてない頃に、日本はまだコロナで騒いでた時ぐらいにアメリカに行ったので、そのマスク外していいよ的な雰囲気になる前に渡米したので、このなんか、こう、半々ぐらいな、こう、マスクしてる人もいるし、マスクしてない人もいるっていう、この半々な感じが初めてだったんで、あ、変わったな、みたいな。なるほど。へえ。まあ、これからもアメリカを拠点にして、日本行ったり、あるいは他の国のあちこち行ったりするんでしょ？そうですね。いろいろとこれからも活動をどんどん広げていきたいなと思っていまして。さあ、今から、例えば3年後とか5年後、自分はどんな、そのアーティストっていうか活動をしていたいと思ってるんです？そこまで本当に明確にあるわけではないんですが、でも、もっと、いろんな方とフューチャリングだったりとか、フューチャリングで曲を作ったりとか、他の人のアーティストさんの曲に参加したりとか、なんか、そういうもっとコラボレーション的なものをできればいいなと思っていまして、もっとでかいベニューというか、そういうライブハウスでできるっていうのも、そうなってはいたいなっていうのもありますし、まずはまだ家がしっかりとは決まってないので、今はテンポラリーみたいな、こうホームステイみたいな感じで、なので、まずは家を決めて、そこに自分の家にスタジオを作って、そこでまた活動を再開できればいいなと、もっとちゃんと活動を再開できればいいなとは思ってますね。でもさ、ドラムだけじゃなくて他の楽器もやったりするじゃないですか。でさらには前話聞いた時はもうその音楽にとどまらずにいろんなアートとかね、他の分野もいろいろ興味があるって言ってて、すげえって思ったんですけど、それって変わらないんですか？そこまで変わらないですね。アートに限らずもう昔からそうではあったんですけど、その時は言ってなかったですけど、でも私は結構いろんなものに興味を示す人で、コロコロ好きなものが変わったりとかするような人なので、昔は建築に興味があって建築家になりたかったとか、すごい本が好きなので、こう、図書の司書さんみたいな感じになりたかったりとか。本好きって言ってたよね。こう、結構いろんな夢があるんですけど、なので、でもそのアートとか、この音楽っていうのはずっと変わらないですね。ベースにそれがあって、それじゃあもうこんな人になりたいっていう野望みたいなっていうのははっきりとはないんですか？ないですね。そこまでなくて。でも、いつかは裏方に回りたいと思ってるので、20歳ぐらいになったら就職をしてみたくて、そのスタッフとか、そういう裏方に回りたいと思ってるので、スタッフね。次は支える方になりたくて。マネジメントとか、プロデュースとかも含め。そっちよりももっと業務的な。本当？実務的なもの。物持ったりとか、運んだりとか。でもそれはそれで別の場所を鍛えたり、別の頭鍛えたりしなきゃいけないですよ。そうですね。そんなことも興味あるんですか？結構最近はその夢もあります。でも音楽は作りは続けたくて、こう音楽作りっていうのは続けたいので、もし就職しても曲作りとかはしてるかなみたいな。でもその裏方に興味を持つっていうのはなぜなんですかね？なんかきっかけみたいなのがあったんですかね？そうですね。まずは昔からもう元から自分の性格が表に出たくない人なので、本当は。今はいろんな体験させてもらってるので、こう体験できる時にしとこうっていうのがあって、いろんなそういう場を設けてくれたりとか、そういう方にもそれを期待に応えなくちゃなって思ってるので、今は表に出る方の
立場ですけど、昔から裏の方が好きで、いろいろと裏のことをやってみたかったっていうのと、こういろんなライブだったりとかフェスだったりとかに呼んでいただいた時に、やっぱりいろんなスタッフさんだったりとか音響さんだったりとか照明さんだったりとか、そういう裏方の人がこう支えてくれて、このフェスだったりとかライブっていうのがあるっていうのをすごく毎回実感していて、なのでいつかはその次はミュージシャンを支えるというか、元ミュージシャンだったっていう目線からも支えれるような裏方になりたいっていう、なんて言うんだろう。この恩返し的なものをしてみたくて、そこで裏方みたいな。あれだよね、裏方というよりも、こう、人を支えたいとか、人の役に立ちたいっていうのが元で、なんか今やってるのはたまたまそういう感じで人をハッピーにしようと思って太鼓を叩いていたら、みんなに前に出てこいって言われてやってるけども、もともとのところがそうなのかもしれないですね。そうかもしれないです。なんか裏で頑張ってるような人がすごいかっこいいなって思うので。実は僕も昔音楽やってたんですけど、挫折をして、いや、そういう人たちが、こう、フルスイングできるような世の中を作りたいなと思って、役所に入って、ずっとそこから今、学校作ってるんだけど、やったこと同じなんですよ。多分、似てるのかなと思って聞きました。なるほど。そうなのかもしれないです。派手なものづくりと、地味な裏方と、両方やりたいっていうのは、なかなか大変な野望だと思いますけども、なんかそのことやってくれると嬉しいですね。ぜひその辺のなんかことを身につけていってくれたことを IU にも何らか還元してくれると嬉しいな。はい、もっと IU の方も力を入れたくて、ですか。今ちょっと忙しくて個人的なことで忙しいので、もっと力を入れて時間を設けたいなと思っているので、どんどん突っ走っていってください。ということで、I believe this video will be seen by people in the world. So, could you please give a message to the audience? Thank you for watching, and I'm going to the US for my music and dreams now. And please listen my music and please enjoy. Thank you. Let's enjoy Yoyoka. Thank you very much. Thank you.